こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。20代、チャンスピナーさんからの質問です。斉藤先生、はじめまして。いつも動画楽しく拝見させていただいております。質問ですが、1枚の絵を何日もかけて描くコツを知りたいです。私は1日に何時間もかけて描くことはできるのですが、ラフ、線画、塗り、仕上げ等の工程を分けて描くことが苦手です。だいたいいつも1日目にラフ、2日目に線画、塗り、仕上げを行っており、基本的に2日でイラストが完成してしまいます。現在、自分のイラストの成長に伸び悩んでおり、自分に足りないものを考えた結果、工程を分けられないこと、そのせいで一つ一つの工程に雑な箇所ができてしまい、完成度が落ちてしまっているのでは、と思い、今回の質問をさせていただきました。漠然とした質問内容で申し訳ないのですが、教えていただけますと幸いです。よろしくお願いします。ピクシブではありますが、こちらが最近のイラストです。このイラストも2日で完成させてしまいました。とのことです。はい。ということでですね、ご自分のイラストとその過程も含めて質問を送っていただいたので、最初にイラストの方も見ていきましょうか。これがカラーラフ、そして線画に進んで、で、キャラクターの塗り、最後に完成のイラストですね。ちなみにですね、ちょっとね、全身を見ると少しセクシーめなイラストではあったので、一応の配慮としてバストアップのみ掲載させていただきました。チャンスピナーさん、ご質問ありがとうございます。でね、ちょっとですね、この質問にですね、真正面から答えるかどうかはちょっと迷いました。いやだって一見してどうすればいいのかわからないぐらい完成度を高められている方なので、これ以上ね、アドバイスしようとすると、アドバイス自体がね、結構厳しめで、辛辣な感じにもなりかねないと思ったからなんですよね。なので、今回のお答えはちょっとハードモードです。あんまりね、厳しめのこと言われたくないなっていう人は注意ですよ。でですね、このイラスト、そうですね、いやまずね、イラストの完成度としては全然申し分なくて、塗りの丁寧さや密度も十分足りている感じがするので、まずはここまで完成度を高めることができるチャンスピナーさんの画力の高さ、これはね、素直にすごいなと思いました。ただ、スピナーさんは、ここで伸び悩みを感じてしまった。で、その理由を、工程ごとに作業を分けられないことと予想していますよね。具体的には、一個一個の工程の雑さ、つまり、線画がまだまだなんじゃないか、色塗りがまだまだなんじゃないか、背景がまだ雑なんじゃないか、という作業工程ごとの雑さに注目している様子です。なので、もっともっとその作業工程を細分化していって、丁寧に仕上げていけば、さらに完成度が高くなるんじゃないか、と思っているわけですよね。なるほどですね。その予想は、僕の見立てではちょっと外れていると思います。というのは、作業工程を細分化するっていうのは、ざっくり言ってしまえば、絵を完成させられない人にはすごく有効な解決策なんですが、スピナーさんはそこをもう軽々と乗り越えられているような気がします。なので、これ以上作業を細分化していってもですね、それほど大きな成長は見込めないでしょう。おそらくですね、これを見ている皆さんの中にも、スピナーさんと同じ悩みを抱えている人が結構いると思います。絵はとりあえず描き上げられるし、完成度もある程度高められるんだけど、でもなんかさらに上があるような気がしてならない。でも作業としてはどこをどうすればこれ以上上手くなれるのかがわからないっていう人。大丈夫。そんな人はこの動画を見ていただくことで、なるほど。それが足りなかったのか。よし、まだまだ俺上手くなれるぞ。とお悩みを払拭してぐんぐんと成長していくためのきっかけを手にしていただけると思います。さて、もう早速結論いっちゃいましょう。この段階で伸び悩んでいる人は何をすればいいのか。それは作業工程を細分化していくのではなく、むしろ工程を足してください。そうなんです。僕が見た感じ、スピナーさんの作業工程には3つ足りない工程があります。3つもってちょっと意外に思ったかもしれませんが、順番に解説していきますね。魅力を増やすための試行錯誤。まずですね、僕から見て、スピナーさんの作業工程にちょっとこれ足りないかもって思ったのが、魅力を増やすための試行錯誤の工程です。これですね、僕も絵を描くぞって思ったら、早くね、完成まで進めちゃいたくなる性分なので、気持ちはよくわかるんですが、スピナーさんの絵、完成度云々より前に、すごく根本的な部分の課題として、パッと見の印象がですね、ちょっと普通の絵
になってしまっている感じがするんですよ。これ分かりづらいと思うので、言葉を変えるなら、スピナーさんがどこに感動してこの絵を描こうと思ったのか分からないって言い換えてもいいでしょうか。もちろんね、女の子はすごく整った顔立ちに描けているので、そこはもちろん素晴らしいんですが、逆に言ったらね、ちょっとこれ厳しい言葉かな。ちょっとね、それだけっていう感じもするんですよ。魅力がちょっと足りない。ただ女の子に可愛いポーズを取らせて、青空を描いたありきたりな絵っていう印象に落ち着いちゃっている感じがします。一応ね、ご本人もそれに途中で気づいて、ラフで持っていなかったアイスを線画の段階で付け加えていますが、これもですね、ちょっと慌てて取って付けた感がありますね。女の子の魅力にはいまいち繋がっていません。スピナーさんの課題は、この絵を描こうと決意する前にですね、どうやったらもっと絵に魅力を足すことができるのかを試行錯誤することなんです。具体的にどんな方法があるのかっていうと、これね、いろいろあると思うんですが、まず一つは、背景と女の子を絡めてみるっていうのがあると思います。このイラストですね、背景と女の子が分離してしまっているっていうか、とりあえず可愛い女の子を描いて、で、スペースが空いているから海を描いた、青空を描いた、そういうね、分離感があるんですよ。で、背景との分離感があると何が問題なのかというと、もうとりあえず貼り付けた感というか、素材と素材をただ組み合わせただけの汎用的な絵に見えてしまうっていうのがあると思います。じゃあどうやって背景と絡めればいいのかっていうと、そうですね。海っていうんだと、例えば水しぶきと女の子を絡めてみるっていうのは有効な手段だと思います。はい。こうすれば女の子に水しぶきがかかって、はしゃいでいるシチュエーションなので、背景とのね、絡みが生まれます。そうすることで、女の子と背景が一体になって、取ってつけたような不自然さを取り去ることができると思います。しかもね、女の子がカメラに向かって表情を作っている感じじゃなくて、水がかかってね、冷たってね、はしゃいでいる感じを表現できるので、自然な表情も描けるところがいいですね。あとは考えられるのは、女の子の性格もポージングやアイテム、表情に反映させるっていう方向性も考えられると思います。例えば、こんな感じですね。最初の状態だと、ただ水着を着た女の子っていう感じなんですが、変更後は色々な遊び道具を抱えて、遊ぶ気満々な女の子。でね、表情はちょっと怒ってるので、もう、直樹遅い早く行くよってね、ウキウキしすぎて我慢できない感じを表現できますよね。直樹って言っちゃってた？ごめんなさい。僕たまに感情移入しすぎちゃうんですよね。ちょっとね、思わず彼氏面しちゃいました。ごめんなさい。はい。このようにですね、スピナーさんはラフの段階の試行錯誤の工程をもう少し増やしてみると、この女の子の魅力をどこに感じているのか、どこに込めたいのか、もっともっと具体的になっていって、より魅力を増やすことにつながると思います。背景とキャラクターは別々に考えるのではなく、ラフの段階で絡めながら試行錯誤する工程を増やしてみてください。いや、今回大丈夫かな？質問者さんがレベルが高いので、かなり難しいこと言っちゃってる気がしますね。ついてこれますか？続きやっていきますね。バリエーションの試行錯誤。はい。今紹介したように絵ってですね、実は完成度を高めるためにカリカリ書く工程だけが時間がかかる工程ではないんですね。いや、もちろんね、絵によっては単純に書くだけでも時間がかかる場合があるにはあるんですが、それよりも何よりもしっくりくるまでいろいろなバリエーションを試して試行錯誤することこそ、実は最も時間がかかる工程と言えると思うんです。さっきはね、かなり根本的なラフの段階での試行錯誤を紹介しましたが、とは言ってもね、やっぱり途中まで進んじゃって、なんかこれじゃ足りない気がするな。困ったぞ。ちょっと取ってつけたような感じになっちゃうかもしれないけど、アイス付け足しちゃおっかな。みたいなことも全然あると思うんですよ。でもちょっと待ってください。アイスを書き足すにしても、ここでもバリエーションの試行錯誤をするか否かで、絵の魅力はかなり変わってきちゃうんです。というか、むしろ後付けだからこそ、後付けだってバレないように工夫しないと、これが原因で完成度が低く見えてしまうことが非常に多いので、そこはね、注意です。例えば、アイスの持ち方、食べ方にもバリエーションって考えられますよね。元の状態だと、単純に片手にアイスを持っているだけでした。ちょっとこれだとね、ここなんか後付けっぽいなって思われかねません。なので、例えばそうですね、持つだけじゃなくて食べさせてみてはどうでしょう。
こんな感じで。もうね、アイスを豪快にバリバリバリってもう食べているような感じにしてもいいと思います。結構このキャラ、ツインテールでね、ポージング的にも勝ち気な感じがする女の子なので、もうアイスがあったらペロペロ舐めるなんて、まどろっこしいことしないで、ガリッガリってね、かじって食べちゃうような姿を描いてあげても、キャラの魅力を引き出すことができるかもしれません。今のはね、僕の単なる思い込みなので、いやいや、そんな性格じゃないよ。もっと内気でおしとやかな女の子に見せたいんだよっていう場合には、アイスを食べている腕を外側には広げずに、キャラクターのシルエットの中に収めてあげると、おとなしい感じのポージングのバリエーションを生み出すことができます。どっちがこのキャラクターっぽいかなーなんてね、この段階でバリエーションを生み出してみて、よりしっくりくる方を選ぶだけでも、絵の完成度はぐぐっとアップすると思います。あとは、ポージングのバリエーションだけではなく、こんなのもありですね。はい。アイスのバリエーション。元はね、ピンクの棒状のアイスでしたが、フルーツがね、中に閉じ込められているようなフローズンフルーツバーにしてあげる。これはね、ポージングと違って、女の子の性格とかにはね、関係ないんですが、こういうアイスをこの女の子と浜辺で食べたいなっていうね、そういう感動につながってとてもいい感じがします。見た目もより華やかさが増す工夫だと思います。時間をかけるって聞くと、ついついプラス方向だけにずんずん進んでいくような、そういうイメージがね、あると思うんですが、今みたいにバリエーションを何個も出してみて、その中からベストなチョイスをする。そういう横方向の工夫を重ねることに時間を費やしても、絵のクオリティ、見栄えをアップすることができます。多分ですね、こういうことって正直ね、めんどくさい作業なのでやる人はね、なかなかいないと思うんですが、やる人があんまりいないからこそ、これを実行できる全体の1割ぐらいの人はぐんぐん成長できちゃう方法でもあるんですよね。ぜひ試してみてください。完成してからの試行錯誤。最後の足りていない工程3つ目は、完成させてからの試行錯誤ですね。完成してたらもう手入れる場所なくない？完成ってゴールのことでしょ？だってゴールしたらもうそれ以上進めないじゃん。ってね、不思議に思うかもしれませんが、それ、完全に間違ってますよ。いいですか？よく聞いてください。絵の完成度を最もアップすることができる段階。それが、完成した後なんです。ってね、ちょっと驚きますよね。でもね、これはマジです。例えばね、スピナーさんの完成イラストがこれなんですが、僕だったら完成後にこんな風に調整します。はいどん。はい。ちょっとね、一回比べただけだとよくわからないと思うので、何度かパカパカ切り替えて見比べてみましょうか。これと、これ。これと、これ。これと、これ。はい。どうでしょう？完成後の方が違和感がなくなって魅力がアップしたような感じがしませんでしょうか？でもね、僕は大したことはしていません。完成後のイラストをじっくり見て、ちょっとここだけ違和感が少し感じるなっていう部分をほんの少しだけ補正しただけなんです。例えばね、比較的目立つ部分で言えば、首の後ろの僧帽筋あたり、ここがね、ちょっとこう、もっこり膨らんでいました。筋肉が発達している人はここ、もっこりしているんですが、この女の子は可愛い女の子として描かれているので、このね、僧帽筋はあんまり発達していない方がいいと思いました。あとはちょっと、頭が全体的に縦に長い気がしましたので、そこを少しだけ縮めてあげました。あとは、鎖骨です。鎖骨がね、浮き出ていること自体は、スタイルの良さを表しているので問題ないんですが、線とハイライト、そして影と鎖骨の起伏をかなりね、強調するような感じで描いていましたので、ちょっとだけね、印象を弱めるように調整しました。あとはね、耳がちょっと分厚い感じがしたので、少しだけ厚さを調整して、あとは目の中のキラキラ感を若干足した感じです。どうでしょう？特に大きな調整をしたわけではないんですが、最後の最後、完成した後に魅力をアップすることができること、お分かりいただけたのではないでしょうか。イラストってですね、なんだかんだ言って、一番最終形態、完成図の見た目が最も大事です。そこでどれだけあがけたか、良さを引き出せたかによって全てが決まります。結構ね、これで完成だっていうところまでは意外と楽々といけちゃうんですよ。よっしゃ行くぞってね、全力ダッシュ。やったー完成ってね、誰しもがそこがゴールだと思ってしまいます。でもね、実は違うんです。そのゴールの先に本当のゴールがあるんですよ。ほら、マリオのコースだってそういうパターンあるでしょ？一見その先にはそれ以上進めないように見えるんですが、それは間違いです。これひょっとしてもうちょっと進めんじゃね？
でね、ほふく前進で狭い道を通り抜けたその先に、うわあったー、よっしゃー、ボーナスステージじゃーでね、光り輝くゴールが待っているパターン、非常に多いです。まあ一度ね、ゴールだって思ったその先に、もう一度立ち上がって歩き出すのは、最初はね、かなりしんどいかもしれません。ですが、それだけの効果があります。ぜひ、完成後の試行錯誤、試してみてくださいね。はい。いかがだったでしょうか？それとですね、質問者さんのチャンスピナーさんは、ご自身の作業時間が短いことについて気にされていました。作業が2日で終わっちゃうんです。でもね、2日って別に短いとは思いません。まあ、1日1時間でね、2日で2時間とかだったらまあ、ちょっと短いかなって思うかもしれませんが、そういうわけでもないと思うんです。むしろ十分時間としてはかけている方だと思うので、そこはそんなに気にする必要はないかと思います。ただ、あえてこれ以上、どこかに時間をかけて完成度を上げたいというのであれば、今日紹介したような試行錯誤を試してみると、さらに高みを目指すことができるようになると思います。試してみてくださいね。それと今回は、絵の完成度を上げるための時間のかけ方についてお伝えしてきましたが、いくら上達をしようと思ってもね、これを忘れちゃうと、絵の上達が邪魔されてしまうよっていう気をつけるべき注意点もあったりします。そのポイントを3つ紹介した動画。注意！〇〇を増やさなければ絵は上達しませんもおすすめです。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。